暗闇を切り裂く雷鳴、村を襲う前代未聞の豪雨。その時、見下されてきた一人の青年が立ち上がる。仲間を信じ、村の命を背負い、奇跡の救出劇が始まる。見る前にぜひチャンネル登録をお願いします。山間の小さな村に、激しい雨が降り続いていた。川は氾濫寸前で、土砂が音を立てて崩れていた。人々は家を飛び出し、互いに声を掛け合っていた。早く避難しろ。川の水が溢れるぞ。青年の名は翔太。村では気弱で頼りないと笑われてきた。だが翔太の目は、誰よりも必死に状況を見ていた。橋の向こうに取り残された家族の姿を見つけたからだ。母さん、待ってろ。俺が行く。必死の声に周囲が止めようとする。やめろ翔太。流されるぞ。お前じゃ無理だ。しかし翔太は首を振り、決意を込めた顔で答えた。俺が行くしかない。みんなはロープを用意してくれ。村人たちは驚きつつも動き始めた。長い縄を結び、崩れかけの橋へと伸ばした。翔太は濡れた足場を踏みしめ、必死に前へ進んだ。5本とともに水が足元をさらうが、目はそらさなかった。対岸で泣き叫ぶ子供が母の手を握っていた。大丈夫だ。必ず助けるから。翔太の声は雨にかき消されそうになりながらも届いた。村人たちは必死にロープを引き、彼を支えた。泥と雨にまみれながら翔太は子供を抱き上げた。怖くない。大丈夫だ。一緒に戻ろう。その瞬間、村人全員が声を合わせて縄を引いた。翔太の足元が滑り、身体が大きく傾いた。だが背後からしっかりつかめ翔太、という叫びが響いた。翔太は子供を抱え、村人たちと力を合わせて渡り切った。岸に戻った瞬間、安堵の声と涙が広がった。ありがとう翔太。君のおかげで助かった。村人たちは震える手で彼を抱きしめた。しかし救出はこれで終わりではなかった。まだ老人が山の小屋に取り残されていた。翔太は声を上げた。みんなで行こう。誰一人残さない。これまで彼を頼りないと笑っていた人々も、今は違った。翔太が行くなら俺たちも行くぞ。誰もが力を合わせ、雨の中を走った。村全体で命をつなぐ戦いが始まっていた。崩れる斜面を支え合い、肩を貸し合いながら進む。誰かが倒れれば、別の誰かが手を差し伸べた。大丈夫だ。みんなで帰るんだ。その言葉が村人全員の心を支えていた。山小屋にたどり着くと、老人は弱った声で言った。わしはいい。ここに置いていけ。翔太は力強く首を振った。絶対に置いていかない。俺たちは仲間だ。やがて全員が縄で結ばれ、一列になって戻った。雨と泥に足を取られながらも、互いの手を離さなかった。最後に全員が村に戻った時、空はようやく明るさを見せた。村人たちは涙を流しながら空を仰いだ。翔太は息を切らしながらも、笑顔を浮かべた。俺一人じゃできなかった。みんながいたから助かったんだ。村人たちは静かにうなずき、誰もが彼を称えた。翔太、お前はもう頼りない奴なんかじゃない。俺たちの誇りだ。豪雨の夜を乗り越えた村には、強い絆が残った。人は一人では弱いが、力を合わせれば奇跡を起こせる。その真実を翔太と村人たちは胸に刻んだ。そして村は再び、静かな朝を迎えた。雨の爪痕は村に深く残っていた。田畑は泥に覆われ、家々も傾いていた。だが村人たちは肩を並べ、復旧に動き始めた。ここからが本当の踏ん張りどころだな。翔太は疲れ切った身体を押しながらも、率先して動いた。俺もやる。できることは全部やる。かつて弱々しいと笑われたその姿は、もうなかった。村人たちは自然と彼に視線を向け、行動を合わせた。瓦礫をどかす力仕事、川の堤防の補強、家の修理。どの場面でも翔太は真っ先に駆けつけた。重いだろ。俺に持たせてくれ。気をつけろ。下はまだぬかるんでる。その声に従い、誰もが安心して作業を進められた。だが復旧の中で新たな問題が持ち上がった。崩れた山道が塞がり、隣村との連絡が絶たれていた。薬や食料を届ける道も閉ざされ、
このままでは持たない。村人たちは不安を募らせた。どうするんだ。道を開けなきゃ減るぞ。その時、翔太が口を開いた。昔、父さんと一緒に山道を調べたことがあるんだ。村人たちが耳を傾ける。崩れた道の上に古い獣道がある。迂回すれば林村につながるはずだ。誰もが半信半疑だった。そんな道、本当に通れるのか。翔太はまっすぐ答えた。行かなきゃわからない。でもやるしかないだろ。村の若者たちが次々に声を上げた。翔太が言うなら行こう。俺も手伝う。そうだ。道をつなげばみんな助かる。翔太を中心にした救援隊が結成された。彼らは雨でぬかるんだ山に挑んだ。木々は倒れ、土砂が行く手を阻んでいた。ここを切り開くぞ。斧を振る音が響き、汗が流れ落ちる。一歩一歩、獣道を広げていった。途中、岩が崩れ落ちる危険な場面もあった。翔太、危ない。仲間が叫び、彼の背中を引いた。間一髪で助かった彼は息を切らしながら笑った。ありがとう。やっぱり一人じゃ無理だな。互いに助け合いながら進む姿は、まさに村全体の象徴だった。数時間後、ようやく林村へと続く道が開かれた。空気が一気に広がり、皆の顔に笑みが浮かんだ。つながったぞ。これで救援が届く。林村の人々が駆け寄り、抱き合って喜んだ。よくここまで切り開いたな。君たちのおかげで救われた。翔太は首を振った。俺じゃない。みんなでやったんだ。食料や薬が村に運び込まれ、子供や老人が笑顔を取り戻した。その光景を見て、村人たちは気づいた。翔太はもう頼りない青年ではなく、皆を導く存在になっていた。夜、焚き火を囲んで村人たちは静かに語り合った。翔太がいなければ、この村は滅んでいた。いや、俺たち全員が力を合わせたから助かったんだ。その言葉に翔太はうなずいた。大雨に負けなかったのは、みんなが一つになったからだ。やがて空には満天の星が広がり、雨で荒れた村に光を投げた。村人たちはその光を見上げながら、確かに感じていた。この夜を越えた絆は、これからも決して消えないと。そして翔太は心に誓った。俺はもう逃げない。これからも村を守り続ける。その姿は強く、静かで、誰よりも頼もしかった。翌朝、村には再び静けさが戻っていた。だが豪雨の爪痕は深く、復旧はまだ半ばだった。田畑は泥に覆われ、収穫は絶望的と囁かれていた。人々は不安を抱えながらも手を止めなかった。翔太は畑の泥を掘り返しながら、ふと顔を上げた。このままじゃ秋の収穫は無理だな。隣で桑を振るう老人がため息をついた。食料が尽きれば冬は越せん。どうするか。村人たちが集まり、会議が開かれた。林村の支援だけでは限界がある。復旧と同時に、自分たちで立て直さなきゃ。重苦しい空気の中で、翔太が立ち上がった。昔、父さんが教えてくれたんだ。山の奥には水を溜める古い池がある。皆が耳を傾けた。そこから水を引けば、泥を洗い流して畑を救えるかもしれない。村人たちの目に光が戻った。すぐに若者と翔太は山に向かった。荒れた道を進み、木々をかき分け、ようやく池にたどり着いた。水は澄んでおり、雨にも耐えて溢れるほどに溜まっていた。これなら使える翔太は確信を持った。村に戻ると彼は大きな声で呼びかけた。池から水を引こう。みんなで水路を作るんだ。村人たちは道具を手に取り、再び一丸となった。子供も大人も、誰もが石を運び、水を掘った。日が暮れても作業は続いた。疲れただろう。少し休め。いや、今は止まれない。流れをつなげるんだ。皆の顔は泥だらけだったが、笑顔が絶えなかった。やがて水路が完成し、池の水が畑に流れ込んだ。泥が洗い流され、土が再び息を吹き返した。村人たちは歓声を上げ、肩を抱き合った。これで作物を育てられる。希望が戻ったぞ。翔太はその光景を見つめ、静かに思った。父さん、俺はようやく駅に立てたよ。その心の声は夜風に溶けていった。
だが困難は続いた。次の課題は、倒壊した橋の再建だった。村と隣村を結ぶ唯一の橋は豪雨で流されていた。このままじゃ救援も商いも止まったままだ。翔太は再び前に出た。俺たちで橋を作ろう。今度はもっと強い橋を。驚きの声が広がった。素人に橋なんて作れるのか。翔太は真剣に答えた。できる。みんなでやれば必ず。大工をしていた男が口を開いた。昔の記録に、木と石を組んだ丈夫な橋の作り方が残っている。その言葉に村人たちはうなずいた。やろう。翔太が先に立つなら俺たちもついていく。作業は厳しかった。丸太を運び、縄で縛り、石を積み重ねる。流れる川は依然として激しく、何度も資材が流されそうになった。だが誰一人諦めなかった。もっと引け、支えろ。翔太の声に合わせ、村人たちの力が一つになった。倒れそうになった丸太を必死に押し戻し、橋脚を固めた。数日後、ついに新しい橋が姿を現した。完成した橋を渡るとき、村人たちの胸に誇りが広がった。俺たちの力で作ったんだ。隣村の人々も駆けつけ、歓声を上げた。すごい。これならどんな雨でも耐えられる。村全体が一つの大きな家族のように結ばれていた。翔太はその中心で静かに微笑んでいた。俺は弱くなんかない。みんなと一緒なら強くなれる。やがて季節は巡り、畑には新たな芽が育ち始めた。子供たちの笑い声が響き、村には活気が戻った。かつて豪雨に飲まれかけた村は、より強く生まれ変わった。翔太は空を見上げ、つぶやいた。この村はもう大丈夫だ。誰一人取り残さない。その言葉に村人たちは深くうなずき、静かな笑みを浮かべた。こうして、豪雨の惨劇を乗り越えた村は、助け合いの絆を何よりの誇りとした。翔太はその象徴となり、人々の心に刻まれ続けた。村の灯火は決して消えることなく、未来へと受け継がれていった。秋が深まり、村はかつてないほど豊かな収穫を迎えた。豪雨で一度は失われかけた畑が、力強く実りを返したのだ。黄金色に染まった稲穂が風に揺れ、村人たちは笑顔で刈り取った。ここまで戻せるとは思わなかったな。翔太は鎌を振りながら仲間たちに答えた。俺一人の力じゃない。みんなが諦めなかったからだ。子供たちが走り回り、老人たちがその姿を見守っていた。村には確かな誇りが芽生えていた。収穫祭の日、広場には灯が灯り、歌声が響いた。よくぞここまで立て直したな。村長が高らかに声を上げた。この村の力を示したのは、翔太、そしてお前たち全員だ。翔太は前に出され、戸惑いながらも頭を下げた。俺はずっと弱いと思われてた。でも豪雨の夜に知ったんだ。人は一人じゃ何もできないって。みんなが支えてくれたからここまで来られた。静かな沈黙の後、拍手が村を包んだ。夜空には星が広がり、焚き火の火が揺らめいていた。村人たちは手を取り合い、歌い、踊った。その中心で翔太はふと立ち止まり、夜空に語りかけた。父さん、見てるか、俺はもう逃げないよ。祭りの終わり、翔太の傍らに子供が駆け寄った。翔太兄ちゃん、いつか僕もみんなを助ける人になる。翔太は笑って答えた。なれるさ。お前なら絶対になれる。その言葉に子供の目は輝いた。次の世代へと力が受け継がれていくのを翔太は確かに感じた。やがて村には新しい橋と水路が当たり前の景色として根付いた。誰もが安心して暮らし、笑い合い、互いに助け合った。豪雨は大きな試練だったが、その試練が村を一つにしたのだった。翔太は広場に立ち、賑やかな声を聞きながら静かに目を閉じた。あの嵐の夜、恐怖に震えた自分はもういない。そこにいるのは、仲間を信じ、共に未来を築く自分だった。俺はもう頼りないやつじゃない。この村と共に生きていく。その決意は揺るぎなく、村全体に広がる光のように暖かかった。こうして豪雨に打ち勝った村の物語は幕を閉じる。だがその絆と誇りは未来へと受け継がれ、決して途切れることはなかった。いかがでしたか？
もしこの村人たちの勇気と絆の物語に心を動かされた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。これからも人の強さと支え合いを描いた物語をお届けしていきます。あなたの日々が助け合いと希望に満ちたものでありますよう。